皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1974年にブルマークが発売した、メカゴジラのスタンダードサイズソフビと、それに関連する紹介です。メカゴジラは、1974年、春公開の東宝チャンピオン祭りの、ゴジラ対メカゴジラに登場するロボット怪獣です。キングコングの学習に登場した、メカニカルコング、通称メカニコングをヒントに、ゴジラをロボットにする、田中智之プロデューサーの案から誕生しました。メカゴジラ、360度回転、メカゴジラ2との違い、メカゴジラ、スペースビーム、発射、ゴジラ対、メカゴジラは、観客動員数は133万人を記録し、前作のゴジラ対メガロの観客動員数、98万人を大きく上回り大ヒットしました。その要因は、なんといっても、これまでのゴジラシリーズにない、主役怪獣のゴジラの、ライバルメカ怪獣、メカゴジラの登場でした。メカゴジラは、全高50メートルで、重量は4万トン、飛行速度はマッハ5で飛行し、大宇宙ブラックホール第3惑星人が、宇宙金属スペースチタニウムで製造した、ロボット怪獣です。武器は、両目から出す、妖怪光線スペースビームや、鼻の穴から発射するデストファイアー、手の指から出す、フィンガーミサイル、腹部から出す、クロスアタックビームや、口の中からもミサイルを発射し、膝に装備された、ホーミーショット、足の指からも発射する、ハイプレッシャーホーミングがあり、他にも、ディフェンスネオバリアーという防護機能を持ち、撃中未使用の、首から出る小型ミサイル、トレース装置や、尻尾を切り離して攻撃するユニゾット、などの設定もあり、全身が武器だらけとも言えるロボット怪獣です。メカゴジラのデザインは、井口昭彦さんで、帰ってきたウルトラマンのマットアローやジャイロ、ウルトラマンエースのタックメカ、などをデザインしていた流れで、メカゴジラのデザインも担当しています。ウルトラマンエースは、ミラーマンなど多数の作品を抱えていた、円谷プロが、東宝映像に特撮部分を委託していたため、後の平成ゴジラシリーズなどを手掛けることになる、川北光一、特技監督などが特撮を担当していました。まず最初に偽ゴジラとして登場するため、ゴジラのフォルムを継承していますが、メカゴジラになってからは、尻尾は、双円的な問題などからもゴジラよりも、かなり短い尻尾になっています。首にあるシャッター部分が、スーツアクターの覗き穴と呼吸穴を兼ねているので、変なところに穴がありません。全身のリベットや、MG の地球のアルファベット文字は、井口さんの本意ではなく、造形の段階で、腕に入れられています。ブルマークも、ウルトラマンレオの後に、映画なので短期間ですが、メカゴジラのソフビを販売します。普通のソフビは、スタンダードの350円、ミドルサイズの150円を販売して、メカゴジラの武器の凄さから、ミサイルとソフビを合わせた、ミサイル発射メカゴジラを、1350円で販売、ミドルサイズのソフビに、ミサイルを付けたタイプも200円で販売しました。メカゴジラの学習時も、変更部分を、特に変えずに、販売した玩具も多く、ジンクロンとしても、ダイカスト玩具のメカゴジラを販売していますが、メカゴジラの学習の後の販売ですけども、意図的にか、MG2 ではなく、前作のメカゴジラの造形での販売でした。MG2 として販売したものも少しありますが、特にメカゴジラとの違いをほとんど再現していないおもちゃでした。最もわかりやすいのは、メカゴジラの二の腕の文字 MG が、MG2 に変わり、文字の色も赤から青に変わっています。胸の下の形状が、台形から V 字になり、胸の左右の R のモールドも、稲妻の形状に変更、尻尾の先端の垂直尾翼側面に、3つの円形がモールドされていて、指もメカゴジラ2は、さらに尖っています。後頭部にある背びれ2段目も、メカゴジラは横に3つありますが、メカゴジラ2は、1段目も2段目のセンターに1つしかありません。かかとも、メカゴジラ2には、後方に向かったパーツがあり、膝の造形なども異なります。また、全体のカラーも、メカゴジラは基本シルバーですが、メカゴジラ2は、全体に一段黒く、凸モールド部分が、さらに黒っぽいカラーに塗装され、立体的に見えるようになっています。メカゴジラの造形は、安丸、信之さんと、後に平成ゴジラシリーズで、多くの怪獣を手掛ける、小林智樹さんによって造形され、背中からスーツアクターが入る形式ではなく、上下分割式のスーツになっていました。メカゴジラのレコードは、
レコードジャケット的には、メカゴジラをやっつけろがメインに見えますが、映画的にも、A 面はキングシーサーを目覚めさせる、ミヤラビの祈りがメインの歌として、レコード化されています。ですが、この、メカゴジラをやっつけろという歌は、当時の東宝らしい曲ですけども、内容は、ゴジラ側からの歌なのかと思うと、全く逆で、メカゴジラの応援歌にも聞こえるような、メカゴジラの強さを紹介していて、メカゴジラがやってきた、というような感じの歌詞になっていました。歌は、両方とも、ベルベラリーンと書かれていて、謎の歌詞とも言われていましたが、当時、鍋黒に所属していた、台湾の女優であり、歌手の方で、本名は、ジ・ヨンシュインというそうで、現在は、台湾で、本望でプロデューサー業をしているそうです。もちろん、歌うシーンに出演している方で、今でもキングシーサーを見ると、優しくて、親切だった、日本のスタッフを思い出すそうです。後の平成ゴジラシリーズの特技監督、川北浩一が監督助手を務めた、ゴジラ対メカゴジラでは、ウルトラマンで初の多色カラーの光線を出した、ウルトラマンエースの光学合成を活かした、スペースビームをメカゴジラにも使用して、派手な攻撃を演出しました。そのメカゴジラのイメージを作ったスペースビームを再現したので、ご覧ください。1972年5月、沖縄が日本に返還され、1975年開催の沖縄国際海洋博覧会の建築技師を主役に沖縄を舞台にして、古代琉球の安住王族の守護神、キングシーサーをゴジラと共に活躍させ、2体を相手にするほどのすごい敵として子供たちに受け入れられたメカゴジラは当時としてはよく売れたキャラクターでしたが、1975年3月公開のメカゴジラの逆襲で長く続いたゴジラシリーズが終わり、1975年3月でウルトラマンレオが終了し、ウルトラマンシリーズの2期が幕を下ろし、第2次怪獣ブームが終了してしまいます。そんな怪獣ブームのゴジラシリーズでの最後を飾ったゴジラ怪獣がメカゴジラだったことは確かです。そんなウルマークメカゴジラのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では今回はこの辺でまたね、HBR9 でした。バイバイ。